ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているぜ。来年2026年はワールドカップの年だね。アジアの出場枠が増えたことで、このチャンネルで取り上げている国も例年より盛り上がりそうだね。そうだな。アジア各国の競技レベルは確実に上がってきており、来年のワールドカップで初出場を決めた国もある。それがウズベキスタンだ。ウズベキスタンは国民の年齢が若い国であり、成長が著しい分野はサッカーだけではない。ひらがなの手に見えるロゴが一部で話題となったスポーツブランドのセイバーはワールドカップ出場を機に一気に知名度を上げると思われる。また、中央アジアのハブ、アジアと欧州、中東の結節点という立地を生かし、鉄道も飛躍的な発展を遂げつつあるぜ。ウズベキスタンではどんな列車が走っているのかな？というわけで今回は、ウズベキスタンの鉄道について解説するぜ。本編スタート。ウズベキスタンは世界で2カ国しかない20内陸国の一つで、海から遠く離れたユーラシア大陸の真ん中に位置している。ウズベキスタンの面積は日本の約 1.2 倍。人口は約3700万だ。ウズベキスタンの立地は中央アジアの真ん中でもあり、北はカザフスタン、南はトルクメニスタン、西はタジキスタン・キルギスと、他の全ての中央アジア諸国と隣接しているぜ。スタン系諸国の真ん中に位置するのがウズベキスタンなんだね。ウズベキスタンの首都、タシケントは国土の端っこに位置しており、東側のフェルガナ盆地ではタジキスタン、キルギスと複雑な国境を形成している。タシケントから西に向かうと、サマルカンド、ブハラ、ヒバといったシルクロードの史跡が残る有名な観光地が並んでいる。これらの都市周辺の地域はアムダリア川を水源とした農業が盛んな一方、北西部には広大なキジルクム砂漠が広がっている。国土の西の端はカラカルパク人が暮らす自治区、カラカルパクスタン共和国で、首都はヌクスだぜ。シルクロードに沿って東西に都市が並んでいるんだね。ウズベキスタンの鉄道も東西方向に幹線が伸びており、主要都市は鉄道でアクセス可能だ。線路は他の旧ソ連圏と同じ1520ミリで、主要な路線は電化されているぜ。鉄道が発達した国なんだね。実はウズベキスタンの鉄道網は最近まで不完全なものだった。ウズベキスタンを含む中央アジア5カ国は1991年に独立するまでソ連の行政区画に過ぎなかったため、ソ連時代にモスクワを中心として放射状に建設された鉄道はウズベキスタン国内で完結するようにはできていない。独立時点では、タシケントからヒバに向かう場合はトルクメニスタン、フェルガナ盆地に向かう場合にはタジキスタン領内を経由しなければならない状況であった。トルクメニスタンとタジキスタンはソ連解体後もウズベキスタンの列車が自国領を通過することを了承してはいたが、鉄道の幹線が他国を経由しているというのは国防上の問題があるし、シンプルに不便だ。そこで、ウズベキスタンは主要鉄道路線を国内だけで完結させるべく新線の建設を開始した。一帯一路政策で中央アジアへの関与を強めたい中国との利害が一致し、チャイナマネーを引き出すことに成功。ウズベキスタン独立後に開通した新線により、現在では全ての主要都市が鉄道で結ばれている。さらに、タシケント、ブハラ間では在来線に並行する高速鉄道線を整備し中央アジア初の高速列車の運行を開始した。高速線はブハラより西への延伸が行われており、その他の区間でも電化、高規格化工事が進んでいるぜ。ウズベキスタンの鉄道は勢いがあるね。どんな列車が走っているのかな？ウズベキスタンの鉄道を管理しているのは国鉄のウズベキスタン鉄道だ。ちなみに、ウズベキスタンには国鉄線の他に首都タシケントの地下鉄やサマルカンドのトラムといった鉄道が存在するが、こちらはまたの機会に紹介するぜ。ウズベキスタン鉄道は高速列車や中高の特急列車、国土の東西を結ぶ寝台列車、時刻表にも乗らないローカル列車など、様々な列車を運行している。代表的な列車を見ていこう。まずはウズベキスタン鉄道が誇る中央アジア最速の高速列車、アフラシアブ号。スペイン製のタルゴ250を使用し、最高時速250キロでタシケント、サマルカンド、ブハラなどの中部の主要都市を結ぶ。タシケント、サマルカンド間354キロの所要時間はおよそ2時間10分だ。2009年に運行を開始した当時はたった2編成しかなく、1日1往復の運行であったが、現在は6編成が在籍し、運行本数も5から6往復に増加したぜ。観光客が利用しやすい幹線ルートの他にカルシ、シャフリサブズ行きの系統があるんだね。アフラシアブ号の座席はエコノミー、ビジネス、VIP の3クラスがあり、軽食を販売するビストロカーも連結しているぜ。アフラシアブ号についてはこちらの動画で詳しく解説しているからぜひ見てね。次は中高の特急列車を見ていこう。
シャルク号、ナサフ号、ウズベキスタン号という3列車がある。アフラシヤブ号の影に隠れて目立たないが、これらの中高特急列車もなかなかの瞬速で、客車列車でありながら最高時速は140キロに達する。いずれも、停車駅が少なく比較的新しい白い客車で運行され、車内設備もレベルが高い。寝台車両はついていないが、座席はリクライニング、方向転換可能で、列車によっては豪華な個室車両を連結しているぜ。それぞれの列車を順番に見ていこう。シャルク号はタシケント、サマルカンド、ブハラ間で1日に往復が運行されている。シルクロードの主要都市を結ぶシャルク号は乗客が多く、列車は客車17両の兄弟編成である。ちなみに、シャルクとはウズベク語で東という意味だぜ。ウズベキスタン版のアズマ号だね。ナサフ号はタシケント、カルシ間で運行されている。ナサフとは目的地カルシの古い名称だそうだ。使用車両はシャルク号と同じだが、両数は7両と短い。ちなみに、タシケント、カルシ間ではシャルク号も1日1往復運行されているのだが、ナサフ号との違いははっきりしないぜ。タシケント、カルシ間ではシャルク号もナサフ号も走っているんだね。次は、ウズベキスタン号。タシケントとフェルガナ盆地の各都市を結ぶ中高列車だぜ。ウズベキスタン号という名前からは国土の端から端まで走っている列車を想像したけど、走行区間は国の端っこだけなんだね。地図で見るとフェルガナ盆地は端っこ感が強いが、人口が多い地域であり、フェルガナ盆地の住民は人口の3割にも上る。そのため、首都とフェルガナ盆地各都市を結ぶ路線は重要な国土軸なのだ。にもかかわらず、かつて鉄道でタシケントからフェルガナ盆地に入るにはタジキスタン領を経由しなければならなかったのだが、ウズベキスタンは2016年にカムチク峠をトンネルで貫く新ルートを完成させ、この問題を解決した。このルートを通る速達列車がウズベキスタン号で、国名を冠するのに十分なフラッグシップ列車なんだぜ。車内も豪華なのかな？食堂車がついているほか、個室の VIP シート車両を連結しているぜ。次は夜行列車を見ていこう。ウズベキスタン鉄道は長距離客車列車を多数運行している。フェルガナ盆地からタシケントを経由して、ホラズムやカラカルパクスタンの各都市まで向かう運行パターンが基本だ。行き先はヒバ、ウルゲンチ、ヌクス、クングラードなどがあり、末端区間では毎日便があるとは限らないが、ブハラ、タシケント間の主要幹線区間では毎日3本程度の夜行列車が運行されているぜ。日替わりで行き先の異なる列車が運行されているんだね。列車は20両もの長編成で、客車はほとんどがプラッツカルタと呼ばれる開放寝台だ。客車はやや古めの緑色の車両が使われており、ソ連製車両も現役だ。列車によっては食堂車を連結しているので長距離の移動でも安心だぜ。長距離列車は停車駅が多くスピードが遅い代わりに運賃が安いぜ。次は国際列車を見ていこう。多くの国と国境を接する内陸国のウズベキスタンでは、ロシア、カザフスタン、タジキスタンとの間で定期国際列車が運行されている。ロシア方面はタシケントから、モスクワ、ボルゴグラード、ノボシビルスクの3都市まで国際列車が運行されている。タシケント中央発モスクワ行き列車は週2便運行されている。火曜にはチェリャビンスク行き客車を並結している。タシケント発は火曜と木曜の23時50分で、モスクワまでの所要時間は丸3日だ。とんでもない長距離列車だね。旧ソ連の名残を感じられる、ウズベキスタン、カザフスタン、ロシア3カ国経由の列車だぜ。タシケント中央発カザフスタン東部経由のボシビルスク行き列車は8日おきに運行されている。所要時間は3日と14時間。カザフスタン国内では主要都市のアルマティ、アスタナを経由し、終点のノボシビルスクではシベリア鉄道に接続しているぜ。タシケント中央発カザフスタン西部経由、ロシアのボルゴグラード行き列車は週2便運行されている。タシケント発は火曜と土曜の23時55分で、ボルゴグラードまでの所要時間は2日と12時間だ。これらのロシア行き国際列車はウズベキスタン鉄道の客車で運行されるぜ。ウズベキスタン、ロシア間の国際列車は3系統もあるんだね。次はカザフスタンとの国際列車。先ほどのウズベクカザフロシア3カ国間列車とは別に、ウズベキスタン、カザフスタン2カ国間の列車がある。タシケント中央とカザフスタン最大の都市アルマティを結ぶ国際列車は1日おきに運行されている。16時15分タシケント中央発でアルマティまでの所要時間は17時間40分だ。カザフスタン鉄道のタルゴ客車で運行されているぜ。ウズベキスタンではアフラシヤブ号の他にもタルゴが乗り入れているんだね。他には西部のヌクスからカスピ海沿岸のマンギスタウまでの国際列車が週3便運行されているぜ。最後にタジキスタンとの国際列車を見ていこう。タシケント中央とタジキスタンの首都ブシャンベを結ぶ国際列車は週1本運行されている。タシケント中央発は火曜日の14時50分で、ブシャンベまでの所要時間は18時間43分だ。車両はタジキスタン鉄道の客車で運行される。ちなみに、タジキスタンのブシャンベやホジェンドとボルゴグラードを結ぶ国際列車も、ウズベキスタン国内を通過する。タジク、ウズベク、カザフ、ロシア4カ国経由の国際列車だぜ。
タジキスタンの鉄道についてはこちらの動画で詳しく解説しているよ。ウズベキスタンは他にもトルクメニスタン、キルギス、アフガニスタンと国境を接しており、鉄道も繋がっているが、現在のところ定期旅客列車はないぜ。次はローカル列車を見ていこう。ウズベキスタンの旅客列車はほとんどが長距離列車だが、ブハラ、カルシカンやフェルガナ盆地など一部区間では短距離のローカル列車が運行されている。ローカル列車は1から3両の単編成の客車列車で、車両は古いものが使われているぜ。日本でいう田舎の普通列車という感じかな？日本のローカル列車と比べると本数が少なく、1日あたりの本数は1から4本程度だぜ。首都のタシケントでは電車で運行される近郊列車も存在する。近郊列車はタシケント南駅を起点に運行されており、ホジケント方面、ハバスト方面の2系統がある。本数は1から2時間に1本あり、ホジケント方面は快速も運行されているぜ。使用車両は基本的にソ連規格の近郊電車、いわゆるエレクトリーチカだが、1両の客車で運行される近郊列車も存在するぜ。タシケントは中央アジア最大の都市なだけあって、近郊列車も充実しているんだね。ウズベキスタン鉄道は貨物列車も運行している。ウズベキスタンの貨物輸送における鉄道のシェアはなんと 88%。中央アジアを東西に貫くウズベキスタンの鉄道は中国と欧州、中東を結ぶ主要な物流ルートの一つで、その重要性はまさに現在のシルクロードだ。ウズベキスタンの幹線では3両の機関車が牽引する長大編成の貨物列車が多数運行されているぜ。ウズベキスタンは過去も現在もユーラシア大陸の東西を結ぶ主要ルートなんだね。次はウズベキスタン鉄道の車両をタイプごとに紹介するぜ。まずは電車を見ていこう。アフラシアブ号の車両はスペイン製のタルゴ250だ。前後が有線系の電気機関車の動力集中式列車で、客車は短い低床車両、車輪は一軸の連接台車という独特の設計だぜ。スペインのレンフェ130系のウズベキスタン仕様だね。タルゴ250は2011年から21年にかけて増備され、現在6編成が在籍しているぜ。次はタシケントの近郊列車用電車を見ていこう。現在3タイプのエレクトリーチカが運用されている。ER9E は旧ソ連圏の広い範囲で運行されている交流仕様のエレクトリーチカだ。塗装はウズベキスタン鉄道独自のもので、運転台周りは紺、車体側面は白色だ。1枚窓でライト形状が変更された更新車も運行されているぜ。車内はこんな感じ。内装は更新されており、意外と良い座席だが、やはり古い車両なのでガタが来ているようだ。一部には製造時から変わらない木製座席の車両も存在するようだぜ。EP3D は2024年に運行を開始したばかりの新型車両だ。ロシアのデミコボ製で、似た車両はロシアやアルメニアでも走っている。従来型のエレクトリーチカより向上した性能を活かし、タシケント南、チノルケント間の快速列車に投入されているぜ。次は電気機関車を見ていこう。電気機関車はソ連ロシア系と中国系がある。VL60 系はソ連時代の電気機関車だ。ウズベキスタン鉄道ではライトの LED 化などの更新を行い、オリジナル塗装に変更して現在でも運行している。フェルガナ盆地ではソ連そのままの旧塗装も見ることができるぜ。VL80C は1990年から91年に製造された。2両1ユニットだが、基本的に3両で運行している。主に貨物列車を牽引しているぜ。ソ連製の機関車は見た目が良いね。これらの車両はかつてソ連の一部であったジョージアのトビリシ製で、同型の車両が旧ソ連の各国で使用されているぜ。3EC5 系はロシア製の3両1ユニットの電気機関車だ。2018年から2020年にかけて製造された。主に貨物列車を牽引しているぜ。でかい機関車だね。次は中国系の車両を見ていこう。現代のウズベキスタン鉄道の主力である中国製電気機関車は6形式がある。ウズベキスタン型は2004年に運行を開始した最初の中華 EL だ。シャープな三角形のライトが特徴的で、側面にはウズベク語でウズベキスタンと書かれている。やや少数派の形式で、主にタシケント近郊で旅客貨物列車を牽引しているぜ。OZY 型は2009年から2011年にかけて導入された第2世代中華 EL だ。ウズベキスタン型が2軸なのに対して OZY 型は3軸で、これは以後の車両にも踏襲されている。側面にはやはり大きな文字でウズベキスタンと書かれている。OZY 型は主に旅客列車を担当する。旅客用の主力機で、シャルク号やウズベキスタン号をはじめ、幹線の旅客列車は半分以上この形式が牽引しているぜ。ウズベキスタンを代表する機関車なんだね。OZEL 型は2013年に運行を開始した。中車大連汽車車両製で、外見は中国の HXD3C などとよく似ているぜ。以後に導入された電気機関車は全て大連製だ。OZELR3 型は2015年に登場した。ライト形状が小さく塗装も変更されている。2両編成の 2OZELR 型も存在するぜ。2OZUI 型は2020年に登場した2両1ユニットの新型だ。ライト形状が再度変更されているぜ。最後にディーゼル機関車を見ていこう。ウズベキスタンの鉄道は主要区間のほとんどが電化されているため、
ディーゼル機関車が活躍する区間は限られ、形式数も少ない。TEP70BS はソ連製のディーゼル機関車だ。ライトが LED で古さを感じさせない外見だが、製造年は1980年代だ。部払い製を中心に運行され、主に旅客列車を担当するぜ。UZTE16M には2両1ユニットの貨物容器だ。ソ連製の TE10 を改造したウズベキスタンオリジナルの形式で、車体は TE10 そのまま、運転席は大きな1枚窓に変更されている。ディーゼル機関車は全てソ連ロシア系の車両なんだね。ソ連圏を代表する2両1ユニットのディーゼル機関車、TE10 も現役で活躍しており、緑、青の2タイプの塗装があるぜ。入れ替え用の機関車としては、他の旧ソ連諸国でもよく見られる TEM2 型が活躍しているぜ。客車についても見ていこう。ウズベキスタンの客車は基本的にソ連ロシア製である。中高特急列車で使用される白系客車は窓割りが異なる数タイプがある。塗装もよく見るとバリエーションがあるぜ。長距離夜行列車や国際列車で使用される濃い緑の客車は側面に大きなロゴマークがついている。側面が平坦なタイプの車両がほとんどだが、ビードがついた古い車両も紛れている。中央アジアの客車は国際列車として走る機会があるので、客車には国章がついているぜ。車内はこんな感じ。開放寝台または個室寝台で、座席の車両はない。ローカル列車用青客車はビードがついたソ連製の古い車両だ。内装は開放寝台だぜ。国際列車としてはカザフスタンの新型タルゴ客車やタジキスタンの客車が乗り入れる。タジキスタン客車は、タシケント、ブシャンベ間については2010年代製の新型だが、それ以外の国際列車はボロボロのソ連客車だぜ。ソ連そのままの渋い塗装が良いね。次はウズベキスタンの鉄道の乗り方について見ていこう。ウズベキスタン鉄道の列車は、アフラシアブ号や長距離客車列車は座席指定制、エレクトリーチカやローカル列車は自由席だ。座席指定制の列車は事前の切符購入が必要である。切符は2ヶ月ほど前から販売され、ウズベキスタン鉄道の公式サイトで簡単に購入することができるぜ。オンラインで購入可能なんだね。予約サイトは使いやすいデザインだが、列車種別や座席の名称が独特だ。列車種別には速達列車のアフラシアブ、シャルク、ナサフ、ウズベキスタンの他に、快速列車のスコーリ、普通列車のパサジルスキーがある。種別名の一部だけがキリル文字の表記になっているのが面白い。ウズベキスタン鉄道の列車は座席クラスによる料金差が大きく、アフラシアブ号のビジネスクラスと普通列車の開放寝台では同じ区間でも4倍以上運賃が違うぜ。決済には日本のクレジットカードが使用可能だ。購入すると QR コードがついたチケットが発行され、そのまま乗車できる。印刷は不要だぜ。チケットの購入が簡単なのは嬉しいね。ただし、ウズベキスタンの列車は本数が少ないため常に混雑しており、特に人の移動が多くなる夏季にはチケットはすぐに売り切れる。特にアフラシアブ号のタシケント、サマルカンド間のチケットは取りづらいため、1ヶ月前には予約しておいた方がいいぜ。ウズベキスタンへの旅行が決まったら、まずアフラシアブ号のチケットを予約しないとね。列車のチケットは駅でも購入できるが、切符売り場は駅舎の隣の別の建物なので注意が必要だ。国際列車のチケットはオンライン上で購入できないので、こういった窓口に行く必要があるぜ。一方、近郊列車やローカル列車は車内で切符を購入する方式なので、事前の切符購入は不要だぜ。次は列車の乗り方。ウズベキスタン鉄道の主要駅は白系の駅舎と青い駅名のデザインで統一されている。駅名はソ連式で、主要都市ではブハラ1のように駅名に番号がついていることが多い。タシケントについては、中央駅、南駅という2つのターミナル駅があり、列車によって発着駅が違うので要注意だ。アフラシアブ号や速達列車、国際列車は中央駅発着なのに対し、フェルガナ盆地方面からサマルカンド方面に直通する夜行列車は南駅発着だ。フェルガナ盆地方面とサマルカンド方面を直通運転する場合、タシケント中央は経由しないんだね。近郊列車は南駅を中心に運行されており、ホドジケント方面の列車は中央駅も経由する。中央駅は地下鉄の駅があり、アクセスが便利だが、南駅は中心部から少し離れた位置にあるぜ。ウズベキスタン鉄道の駅は敷地に入る前に荷物検査がある。荷物検査の時点で切符の確認も行われるため、切符なしでは駅に入ることができない。ただし、近郊列車に乗車する場合は切符なしでも入ることができるぜ。タシケント、サマルカンドなどの大きな駅は広い待合室があり、土産店や売店も併設されている。一方、発車案内板は存在しないので、列車の運行情報や発着ホームの情報はアナウンスを聞く必要があるぜ。発車案内がないのは不親切だね。発車の20分ほど前からホームに入ることができる。大きな駅ではホームにも売店があるぜ。最後に、ウズベキスタンの鉄道の未来について見ていこう。旅客列車の高速化を進めるウズベキスタンでは、高速列車の運行範囲をブハラより先のヒバやヌクスまで拡大する計画がある。延伸に伴い韓国、ヒュンダイロテム製の高速列車6編成を導入する。
車両は韓国の中央線系統で運行中の動力分散型高速車両、KTX ユームの輸出型で、最高速度は250キロだ。韓国版より1両長い7両編成で、座席定員は351人と、タルゴ250より輸送力が強化されている。韓国の高速列車が海外に輸出されるのは初の事例だぜ。高速列車増発によってチケットが取りやすくなるかもね。他にも導入予定の新型車両がある。タシケント工場製の新型客車はシャルク号などの中高特急に導入されつつある。新型客車は窓周りが灰色で、木目のインテリアが特徴だぜ。チェコのシコダ製低床電車も2026年以降に製造導入予定だ。4両編成で、ローカル列車の置き換え用と思われる。また、ロシア製の新型エレクトリーチカ、EP3D も増備が予定されているぜ。ウズベキスタンの鉄道車両は国際色豊かだね。新路線としては、中国新疆ウイグル自治区のカシュガルからキルギスを経由し、ウズベキスタンのフェルガナ盆地に至る新路線が建設中で、2031年の完成を予定している。新路線は中国により建設されており、期間は中国と同じ標準期だ。ウズベキスタン鉄道とは期間が異なるため、アンディジャンでの積み替えが必要となるが、中国と中央アジアを結ぶ新たな物流ルートが完成することになるぜ。旧ソ連の中央アジアに標準期の幹線が出現するとは、完成すれば中国の中央アジア進出を象徴する路線になりそうだね。現代版のシルクロード、ウズベキスタンの鉄道では高速列車や国際列車、ボロボロのローカル列車が走っている。興味が湧いた人はぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。